ハロー、こんにちは、大家好、なるです。今回はまたインタビュー動画です。今回のゲストは、じゃらん。私のチャンネル多分初めての男性のゲスト、ひろしです。はじめまして、ひろしです。出身は神奈川県です。趣味はスノーボードと旅行行くのが好きです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひろしとは今私がいるスペインで出会いました。あんまり日本人っぽい顔じゃないですね。日本育ち、日本生まれなんだけど、ペルーの血が入ってるんですね。クォーターになるかな、今回は日本の男性代表としていろいろインタビューに答えてもらいます。でも毎回インタビュー動画で言っているんですが、これは私たちの個人の意見なので、日本人全体の意見ではないので、そこだけ気をつけて聞いてください。で、今回もいろいろインスタグラムで質問を募集しました。若い日本人男性に質問ありますかといろいろ質問集めました。これを聞いてる皆さんは日本文化理解もしてほしいし、今私たち自然な日本語で話しているので、リスニング練習にもぜひ使ってください。それじゃあ一つ目の質問。今の若い男性も化粧しますか？化粧してる。俺はしないけど、なんか2、3人は見たことあるかも。見たことあるだけ？友達でね。友達でね。化粧してるなとか。何してるのみんな？ニキビ消したりとか？ファンデーション。ファンデーション塗ったりとか、あと、なんか眉毛描いてる人もいた。はい。最近気にしてる人多いよね、男の人でも。私今回スペインでもう一人男の人、日本の男の人だったんだけど、その人脱毛してた。なんかでも脱毛最近ブームだもんね。男性も？俺も帰ったらしに行こうかなと思ってる。しに行こうと思ってるの？本当に？どこやりたいの？ヒゲ、内側ここはいいとして、そう、下とかめんどくさいから。そう、日本人はね、結構毛に厳しいと思うんだよね、私。だよね。そうだね。で、その毛に関してなんだけど、外国ではさ、そんな毛を剃らない女の人も多いじゃん。多いね。腕とか、体の毛。毛を処理していない女性を見てどう思いますかっていう質問も来てた。スペインに来て思ったのが、わー結構生えてんだなみたいな。日本はさ、なんかもう少ないじゃん。少ない。みんな剃るね。女性多いから。なんかでももう慣れてきて、それが普通みたいな。生えてても別になんとも思わなくなって。それはさ、でも一応外国人女性に対してじゃん。日本人女性がもし毛を放置してたら。でも別にそういうスタンスなんだなみたいな。気にしない？毛が生えてる日本人女性を見て恋愛対象に入るの？考えたことなかったけど、今思えばちょっと嫌だなっていう。友達としてはね、全然自由にしていいよって感じじゃん、多分。彼女ってなるとまた変わってくるかもね。脱毛してとか言うかもしれないだそうです。でも優しい答えだった。毛生えてるの絶対嫌とか言う人もいるじゃん。いる。だからそういう厳しい答え来るかなと思ったけど。次の質問。ひろしは社会人経験があるでしょ？日本で。プレッシャーとか、階級制度とか、年功序列とか、どう感じていますかっていうざっくりとした質問。そう。俺は2年しか働いたことないんだけど、ゆるくやってた感じはあった。そうなんだ。そう、だからそこまでね、階級制度とか気にしないでやってはいた。上からのプレッシャーとかそんなになかった？でもちょっとだけやっぱある。ちょっとだけ？なんか日本の男の人って優先順位がさ、仕事、友達、恋人みたいなのがあるじゃない？働いてた時そんな感じだった？仕事第一って感じだった？ではない。ではないんだ。ではない。ちなみに優先順位の1は何なの？彼女いた時はやっぱり彼女を優先するけど、彼女いなかったら自分だよね。自分とか、自分の時間とか。2番目が仕事？ 50 歳の人に聞く答えと25歳の人に聞く答えは多分全然違うよね、きっと。これは本当に多分個人的な意見なんだけど、どんなタイプの女の子が好きですか？基本好きになった人がタイプじゃない？前まではさ、優しくてとか、なんとかでとかあったけど、今はもう好きになった人がタイプだからあんまり気にしないかな。ちなみにさ、ちょっと聞いてもいい？自分より稼いでる女性とか大丈夫なの？でも大丈夫だよ。なんかそれ目指して俺も頑張ろうってなるから。私の今までの経験上ね、私仕事がやっぱちょっとうまくいってるんだけど、付き合ってきた男性が
か仕事がないとか不安定とかみたいな人が多かったの。まあ言っちゃあれだけど差があるでしょ。私がさ、その人たちのこうやる気を奪ってる気がして、そう、あんまりいい関係を築けなかったのよ。だから男性ってやっぱちょっとそこにもさ、プライドがあるからさ、どうなんだろうと思って。まあでも、女性よりは稼ぎたいとは思うよね。ああ、やっぱ最終的には。今はまだ差があるかもしれないけどってことだよね。これ自立してる人とかでもいいの？全然。いいんじゃない？逆に、そのモチベーションが高い人からしたらさ、一緒に頑張っていこうとかなるじゃない？私の動画でもね、私もちょくちょく言ってるから悪いと思うんだけど、台湾の女性の皆さんは、日本男性はみんな亭主関白だと思っているの。それについてはなんか反論はありますか？人によるマジで。女性より下の人もいれば、もう俺が上だみたいな人もいるから。それもさ、結構年齢関係あると思うんだよね。関係あると思う。今の20代はね、まあ、亭主関白っぽい人はだんだん減っているかなって。だんだん女性の方がちょっと強いよね。尻に敷かれるタイプだと思うよ。多分ね、私ヒロシと喋ってて思うのが若干台湾男性っぽい。彼女のために何でもやるタイプ。そうだね。それ迎え来てとか何々買ってきてとか、ちょっと犬っぽいからさ、尻尾振ってさ、やる行くってめっちゃ女性に尽くす。好きな人には、こういう男性もいるんですよ。そうだね、こういう男性もいるんだよ。そう、亭主関白ばかりじゃないから希望は捨てないでください。日本男性もいい人いるんでね。やっぱり日本が好きで日本の男性と知り合いたいっていう台湾の女性もいるみたいなの。どうやって日本男性と知り合えばいいですか？どうやって出会えばいいですか？今結構有名なのがハロートークって言って、言語交換のやつで日本男性に片っ端喋りかけてくっていうのがいいかもしれないよね。でもさ、言語を勉強している日本人男性って結構少なくない？少ない。女性の方が多いよね。英語とか中国語とかね。難しいよね。一番早いのは女同士で仲良くなるじゃん。そして女友達から紹介してもらう。でもさ、私紹介できる人いないよ。じゃあもう友達がいないだけ。そう、私友達いないからだけど、自信を持ってこの人いいよって人がまずあんまりいないかな。まずもともとさ、日本人と仲良くなったり友達になったりするのが難しいってみんな言ってる。話が続かないとか。でもやっぱり今だったらアプリでもいいんじゃない？確かにね。マッチングアプリでもいいし、もう本当に出かけないと出会えないよね。そうだね。あとなんかスポーツのクラブとかに入ってみるとか。いろんな飲み会とかに行ってみるみたいな。確かに。バーとか。そう。そしたら日本語もさ、学べるじゃん。確かに。バーにいる人だったら、フレンドリーに話してくれそう。で、恋愛の話になるんだけど、日本では3回デートしたら、その3回目に告白するっていう習慣がちょっとあるでしょ。あるね。それは本当かっていう。でも本当だと俺は思ってる。それ結構本当だよね。結構みんな3回目で告白するよね。いるね。2回かさ、3回あったらなんかいけるみたいな風習ができてるから。そう。いけるって感じだよね。いけるから行っちゃってみたいな人はいるよね。日本の人たちはさ、多分付き合ってからお互いを知っていくと思う。台湾逆なの。友達期間が長くて半年後に付き合うとか。そうなんだ。そう、結構時間かける人が多いんだよね。時間かける派？私今まではね、結構スピード速いって言われてたの。そう、付き合うのが早いって。だから、好きかどうかわからないまま付き合うことが多かった、私の場合。これ反省点。次はちゃんと時間かけて、ちゃんと知り合ってから付き合おうと思ってる。日本の男性は結婚に理想を持っていますか？俺の個人の意見になるけど、結婚願望強いから、俺マジ理想でしかない。なんかよく日本の男性はさ、結婚は墓場だよとかそういう言葉を言う人が多いじゃない？ヒロシはね、結婚願望あるんだもんね。めっちゃある。もう早く結婚したいと思ってる人だもん。それはさ、お父さんお母さんが仲いいからとか。仲いいね。それもあるかもね。お母さん見てたらごめんね。今すごい仲いいけど、なんか私が子供の時はそんな理想を抱くような夫婦関係ではなかったから、二人が。私は持ってないの。結婚に夢とか。希望、現実って感じ。私の勝手なイメージね。日本人男性が結婚するのって、その社会的に出世しやすいからとか、仕事が安定するから
若干利用目的で結婚することが多いのかなって思うの。はいはいはい。わかる？ね、ちょっとわかるかな？みんなもわかるかな？大好きだから結婚じゃなくて、まあそろそろ年だし、結婚してないと変な人って思われたら嫌だし、まあこのタイミングかなっていう感じが多い気がする。多いね。同意する？俺は同意しないけど、俺はもう大好きで結婚したい人だから。日本人の女性もね、やっぱ寂しいからとかさ、30前後で結婚してないと残り物だと思われるからとか、プレッシャーがあるからとかで、日本人女性もまあ妥協っていう言葉は良くないかもしれないけど、結婚が目的で結婚してる日本人女性も多いと思うの。なんかお互い利用している感じ。これ私の意見ね。ただの私の意見ね。ちゃんといるよ。理想を持ってる人もいるけど、こういう風に現実的に考えてる人もいる。本当に人によるよね。本当に人による。全然違うよね。真逆だよね。結婚に関しては、恋愛に関しては多分真逆の考えだと思う。じゃあ最後にちょっと難しい質問してもいい？どうぞ。日本の将来、未来について。わかんないよね、本当に。これもさ、日本人あるあるだと思うんだけど、政治とかさ、国際事情にそんなに興味がないから、ないじゃない？申し訳ないですけど。どちらかというとさ、今を楽しんで生きてる。自分の将来の心配はするけど、そうだね。国とか日本の心配とかってあんまり考えたりしないよね。パスポート、今日本のパスポートってまあまあ強い方じゃない？その今日本の女性がさ、海外行って売春したりとか、そのパパ活の行動が増えてきたりして、日本人のイメージが悪くなったらさ、その行ける国とかもさ減っていくかもしれないじゃん。その楽に行ける国がさ、それは若干不安かなって私は思う。考える？こういうこと。あんまり考えない。マジ考えないようにしてる。こう考えてる日本人ね、多分そんなにいないと思う。ちょっとさ、正直なこと言ってもいい？私台湾の学生さんも多いし、こっちでも最近スペイン人の人かな？スペイン人とかアルゼンチンの人とかと話す機会があったんだけど、ね、話が本当に途切れないの。悪く言いたいわけじゃないんだけど、やっぱ日本の方と話してると、そうだよねで終わっちゃうから。で終わっちゃうことが多いなって思う。わかんない。人によるんだと思うんだけどね。スペイン人とかアルゼンチンの人とか、私が一つ意見言うと、それもわかるけど、こういう視点もあるんじゃないってプラスで乗っけてきてくれるの。それが政治の話だったりとか、旅行の話だったりとか、スペインとさ、日本今ちょっとオーバーツーリズムとかで問題になってたりするから、その話をしても乗っかってきてくれるのよ。すごいね。海外の人ってさ、ずっと喋ってるよね。そう、ずっと喋ってる。カフェでさ、もう昼間からさ、あなたたちいつ仕事してるんですかっていうぐらい話してるじゃん。海外の人って結構自分の意見ちゃんと持ってるよね。だから日本人はさ、あんまり意見あってもさ、言わないで。日本人に自分の意見言うと結構過激だって思われることが多いから言わないかも。あとは日本人は否定から入るから。海外の人はさ、納得してからの自分の意見を言ったりとかするから。日本人と話すとき結構話す話題選ぶ。なんかさ、日本は正解が一つだけな感じがする。海外の人と話してると、そういう視点もあるよね。僕はこう思うけど、私はこう思うけど、というのがあるかも。ヒロシのすごいと思ったのは、共感力高いよね。そうだよねって言ってくれたり、わかるとか。それもさ、共感力ない人もいるじゃん。そうだね。日本人って共感大事だよね。共感大事。そう。日本人のね、友達を作りたい人は、共感すること、相手の言ったこと結構繰り返すよね、日本人って。繰り返す。今、この感じ。繰り返すよね、繰り返す。そう。繰り返して、わかるよ、君の気持ち。で、共感していったりすると、仲良くなれたりするから実践してみてください。今回はヒロシにインタビューをして海外の皆さんからもらった質問にいろいろ答えてもらいました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。本当に最後も言うんですが、本当に人によるし、これは私たち個人の意見なので参考程度に聞いてもらえたら嬉しいです。この動画が面白かったと思った人はグッドボタンをお願いします。チャンネル登録も忘れずにお願いします。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で。じゃあねー。バイバイ。日本人男性は浮気をするのが普通だと聞きました。それは嘘ですね。本当に？俺は浮気しないからあれだけど、でもなんかね、浮気する人はいるよね。周りの友達で浮気してるこいつとかいなかったの？だよ。でも一人とかだったから。みんながってわけではない。